こんにちは。AK デザインの黒田です。今回はトリマーのジグの製作の様子をお届けします。いつもトリマーのジグはその都度合板をカットして使用していました。ただ、それだと作ったジグが増えていき、場所を取ったり探すのに時間がかかったりしていました。そこで一念発起して寸法の調整ができるジグを作ることにしました。まず合板と角材を用意してガイドとなるパーツを作っていきます。合板を予定の大きさに切っていきます。角材も同じ長さに切っていきます。ちなみに角材はタモ材を使用しました。まずは角材は仕上げ寸法からだいたいプラス5ミリほどの大きさでラフに切っていきます。そして手押しガンナで角材の平面と直角を出していって、それからプレナーを用いて角材を四角に仕上げていきます。角材の端の中心に印をつけて折り目ナットの穴を開けていきます。必要な深さを確認しながら彫っていきます。次に薄く赤色で示しているところにボルトを通す開口部を加工していきます。一度では彫りきれないので何回かに分けて進めていきます。加工が終わった角材を合板に接着していきます。乾燥が終わったらパーツの合板で余分な部分をルーターで切り落としていきます。そうすることで正確に加工ができるようになります。材のエッジを切り落としていきます。切り取った部分はしっかりと直角が出るようにします。直角が出ていないと正確な四角形にはなりません。合板部分をトリマーの幅分だけ切り落としていきます。昇降板のガイドは非常に正確で寸法通りの加工をすることができます。折り目ナットを取り付けていきます。クランプで固定して六角レンチで取り付けていきます。ウォールナットの端材を利用してボルトのノブを作っていきます。今回はノブの形を六角形にしてみます。必要なサイズに切り落として六角形にしていきます。まずは原型を作りました。これから穴あけと手掛けの部分の加工をしていきます。最初にボルトが通る穴を開け、同じところに
ボルトの頭よりも少し小さい穴を開けます。六角形のままでは回しにくいので、力を入れやすいように R を取ってみました。ガイドの位置はちょうどいい場所で加工ができるように少しずつ調整しながら位置を決めました。可愛くできたと思います。サンダーで表面をきれいに仕上げていきます。できたノブにボルトを埋め込んでいきます。トリマーのガイドパーツにもサンダーをかけていきます。軽く面取りもしておきます。仕上げにオイル塗装をしていきます。今回使っているオイルはオスモ社のエキストラクリアです。非常に扱いやすい塗料です。パーツが出来上がったので組んでみます。さあ、完成したので実際にサンプルを用いて試しの加工をしてみます。端材の合板に穴を開けてみます。トリマーの加工が終わったらのみを使って四隅の角を出していきます。精度よくスムーズに加工ができました。もう少し便利になるように定規のテープを貼ってみました。使うときに間違えないよう数値を書き込みました。テープの定規にはそれほど精度を求めていなかったのですが、意外と正確に寸法が出せました。完成です。ということで、以前のジグは必要なくなってしまいました。これからはこの新しいジグで作業していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければいいねとチャンネル登録をお願いします。
これは捨てないでおこうかな。